イオシスジャン TV。 はい、じゃあ今週もね iPhone の発売に便乗しまくって、iPhone 特集やっていきたいと思います。じゃあ今回は、iPhone のジャンク特集いってみましょう。 iPhone のジャンク症状ってどんなもんがあるんだと、まあこれ実際気になった方いっぱいいるんじゃないかなと。例えばまあこんな状態でも iPhone って価値つくんだとか、まあそういうものもね紹介していけたらいいなと。で壊れた iPhone イオシスに売ってもらえばいいなと、そういうところまで計画して企画組んでみましたんではい、ぜひともよろしくお願いします。じゃあ早速行ってみましょうか。サイクルできちゃうんですね。こんだけ曲がっててもすごいっすよこれ。はい、まずは iPhone15 Pro Max512 ギガ、これ持ってきましたんで、よかったらジャンク症状見てみてください。これやばいやつきましたね。しょっぱなやばいっすねこれ。多分あれですね、角割れちゃって、ちょっとこの画面の不良が出ちゃってる。ああ、すごいすごいすごい。そんなところまでね見てくれてる大森さん素敵。あ、下以外なんか途中なんか出てます、ね、真ん中あたりにね。真ん中も出ちゃってますね。これ15 Pro Max この症状出て512ギガでなんと11万円ですこれ強気でしょ。まだ15 Pro Max ですもんね。はい、そうですよね。512ギガでね。バッテリーも90ありますね。あ、90あるんですか。はい、これ買いですね。あとの症状、ライン抜け点滅、液漏れもしてますね、ここね。タッチは効くんですよね。はい。いやいや、この状態でもね、ちゃんと値段つくんで。ちゃんとはい、タイトルにできます。ちゃんとできますよね、これでもね。まあ、下気にならなければ、テープで貼っちゃえばこれ。わかんないけど。はい、11万円です。512ギガ。はい、ぜひ、テントで買ってください、これ。じゃあ次、そのもう一個前ですね。はい、14 Pro Max ですね。だからこれ128ギガっていうのもあって、なんかすごい安く感じるな。iPhone14 Pro Max 128ギガ、ジャンク品で7万5000円ですね。おお、安い安い。結構思ったより安くないですか？はい、けどさっきの15 Pro Max と比べれば全然なんか安く感じます。安く感じますよね。しかも症状も悪くないかな。水没と非純正パネルということで、いやーなんかパネル非純正感っすね。いや正面から見たらあんま分かんないですよね。はい、斜めから見るとボコッとね、はい、分厚さがあるんですよね。分かりやすい。どうしたんですかね。多分水没させちゃってパネルダメになっちゃって、とりあえず非純正でもいいからパネル変えようと、でうちに持ってこられたという感じの予想をしてますね、僕は。水没反応って iPhone どうやって見るんですか？この SIM トレイ抜いたら分かる。なるほど。さすが買い取りの王者。今のところジャンク症状がどう起きたのかっていうのを今予想してます。勝手に予想してますよね。もう憶測でね、はい、全部憶測なんでね。はい。だけど悪くはない。普通に奥は奥ですね。思いますね。はい。なんかさっきのこれと比べるとね、今のところはもう圧倒的にこっちですよね。買うなら。そうですね。ここから結構。11万円。さあ次いってみますか。13 Pro Max っすねこれ。はい。どうぞこれ見てください。これさらに1個前。そうですね、さらに1個前でプロマックスすごいちょっとあったんで持ってきたんですけど、これがね128ギガでなんと5万5000円です。安い。結構安いんじゃないですかこれ。とりあえず iPhone 持ちたいよって人どうすか？プロマックス持ちたいよって。バッテリーと
液液晶晶背面パネル非純正おーフェイス ID 使用不可。使用不可とは全部パスコードでやってねっつって。はい。なんかさっきの非純正よりはまともなパネルっぽい。すごいですね。もうジャンクでパネルの質がわかるっていうね。これ正規パーツあとどこやねんって感じですよね。はい。まあ、カメラとバッテリーかな。あ、多分そうですね。そうですね。背面も非正規なんすねこれ。みたいです。めっちゃよくできてるこれすごい。すごいですね。うん。プロマックスで128ギガで55,000円と。はい。はい。フェイス ID 使えれば結構良かったですかね。そういう問題じゃないですか。いいいいと思いますよね。120Hz 出るのかな。これは使いづらいな。これ13プロの意味あんまないっすね。なんかリフレッシュレートがもうなんかダメです。はい。よくない。もうこれでも買い取れるよと。うん。非正規パーツ2つなくても買い取れるよというのがいいかなと。はい。ぜひぜひ持ってる方は売ってください。よろしくお願いします。じゃあ次行ってみますか。これめっちゃいいな。これ13プロ来ました。13プロ。はい。13プロマックスのまあちっちゃい版ですね。はい。256ギガで47,000円ですね。これめっちゃいいっすね。症状。これは大丈夫です。大盛り大丈夫印出た。画面焼き焼き付き。これもダークモードにしちゃえば。ダークモードにしちゃえばね。これ全然大丈夫っすね。大丈夫ですね。あんまりそんな焼き付きわかんないですよね。なんか上の方なんか強く焼き付いてるかなぐらいですけど、ちょっとこれダークモードにしてみます。はい。大森さん、これ全然大丈夫。これ消えました。これ消えましたよね。消えました。これめっちゃいいっすね。47,000円。はい。これ売れ残ってるんだ。すごいすごい。バッテリーはさすがに 74%。いや全然良くないですかこれ。これはめっちゃ掘り出し物かなと。はい。なんかのアプリの焼き付きっぽいですよね。いやどうやったらこんな焼き付く仕様になるのかなっていつも不思議なんですけどねこれ。ポケモン GO 焼き付きは結構あるんです、ありますね。じゃあ次行ってみましょうか。次プロシリーズじゃない iPhone13 っすね。これがカメラ割れ表示不良。なるほど。液晶漏れかな。はい。言ってしまうとカメラはがっつり割れてますねこれ。1個割れてますね。落として角にポン。なるほどなるほど。ね。それのタイミングで多分液漏れもしちゃったのかな。多分そうですね。まあカメラ使わないよとかだったらいいのかな。はい。私ですね。そういうこと。128が大森さんのためのものじゃないですかこれ。お買い上げありがとうございます。こんだけカメラ割れてても買い取りできるよっていうことですね。はい。さあ来ましたこれ。iPhone SE2 っすね。大人気のやつっすね。もうこれももう他のスタッフに持ってくんすか。マジっすかみたいな感じで。これですか。はい。死に物狂いで持ってきたっすよ。本体歪み曲がっちゃってめっちゃ曲がってるっすよねこれ。点灯並ばないかもぐらい歪んでるっすねこれね。いけますね。こっちは全然問題ないですね。大人気の SE2 D ランクで 12,800 円だったんですけど、ジャンクだと1万円ですね。これ安いっすよね。いやこれ実際 SE2 ジャンクもめっちゃ売れてて、これぐらいしかなかったんですよ在庫。はい。じゃこれももうなくなっちゃってるかもしれないですね。ただ SE2 あるよって言いたいから置いてるだけ。嘘ではないです。なんてそれはないです。
なんで嘘ではない。あ、嘘ではないです。嘘ではないです。嘘ではないです。はい。もうほんとこれぐらいしかなかったですかね。ただもうすごいですね。数のそのいろんな人たちがスイーツを見ていく中、売れ残った最終兵器ぐらいな感じですかね。これも、買い取りできる。あ、そういうことですね。そういうことです。そういうことです。買い取りできちゃうんですね。こんだけ曲がってても。あ、すごいっすよこれ。それは何ですかね。やっぱポケットに入れてた、そういうことですね。多分後ろポケット入れて、こんな曲がる？いや、でも携帯、それ自分の携帯になったら結構ショック。結構ショックっすよね。いや、嫌ですよね。そうやって絶対って出したら曲がってる。おーってこの状態でも買い取れるということで、はい。すごい。いや、これでも買い取ってくれるのは良心的なのかな。はい。これなんだ。あれちょっとお願いします、これ。はい、やばい。症状がちょっと一瞬わかんない。これは iPhone 12 Pro Max っすね。大森さんに査定してもらいましょう、これ。6チューブ査定スタート!iPhone 12 Pro Max 128ギガで、ジャンクで42,000円ですね。ああ、安い。14 Pro Max の128ギガが75,000円だったんで、まあ2世代前だと大体半額ぐらいになってくるんですかね。13 Pro Max が55,000円。これ一瞬、これわかんないな。あれこれちょっとジャンク症状が書いていない。わかりません。なんだろうこれ。ちょっと飛ばしますか、これね。はい。じゃあ次っすね。11 Pro Max 持ってきました、これ。はい。今日、マックス系マジでちょっと多くて、逆にね、D ランクのマックス系ほんとなくて、ジャンクだとマックス系結構あるんですよね。タッチ途切れ。タッチ途切れ。なんかそんなに。そんなすごい悪いわけではない。なんかタッチの反応やっぱ悪いですかね。ちょっと悪いですね。これ11 Pro Max 256ギガで32,000円と、ちょっと安いのか高いのか分かんなくなってきましたね。いや、なんかそんな症状重くないのかな。でもさっきちょっと一瞬だったんで、この辺、端っこら辺だけ、この辺だけちょっとタッチ途切れね、結構ね、自分がなるとイライラするじゃないですか。一応使えなくはないです。使えなくはないですかね。いや、C ランクと比べるとめっちゃお得感ありますわ。これ C ランクだと47,800円なんですよ。結構違いますよね。たまに出る。しかも向き変えればね、攻略できるかなっていう。文字打つのめっちゃ嫌っすよね、けどね。それもちょっとね。全然日本語キーボード全然いけるっすね。そんなにね。日本キーボードじゃなくても使えますよね。いや、ダメだこれ。W が押せないっす。W が全然ダメっすわ。Wi-Fi 接続するの大変だこれ。横にしちゃえばね。問題ないですね。全部。いけるっすね、いけるっすね。全部大丈夫です。大丈夫っすね。大丈夫です。ダメだこれ。Z が。縦にすれば。これも可愛い要素の一つなんでね。可愛がってあげてください、これ。32,000円です。
まあ次っすね。11プロ。はい。だいぶ安くなったな、俺。はい。iPhone 11 Pro 64ギガで19,000円です。これだいぶなんか、お得感ありますね。これ、液晶漏れだけですね。とかだけとか言うじゃないですか。結構広がってきちゃうんですよね、液晶漏れ。いや、結構これ広がっちゃうんでね。ダークモードに。すればね。その広がりをどう楽しんでいくかと。これはジャンク上級者の心得だと、大森さんは言うわけですね。まあその液漏れ以外は結構綺麗な感じしますね。11はね、最新 OS のね、次リリースされる iOS26 もね、対応してるんでね。いや、19,000円は結構安いんじゃないかなと。バッテリーが76ですね。バッテリー。まあ。機種が古いんで、ね、どうしようもないかな。6年前になるのかな、もう。今年17ってことは。隣の、皆さん、紹介するんですけど、11。これ17,000円に比べれば、こっちだいぶ安く感じますよね。ですね。これもあれですね、画面サイズでかいのがいい人はこっち。そうですね。11にして、これがすごいもんやりもんやりしてますね。ダークモードしちゃえばこれ、大森さんこれね。消えますね。消えますよね、大体ほぼ。ほぼ。てか最初に紹介したこの15 Pro Max がちょっとインパクト強すぎました。このジャンクと比べたら、この他のやつ割と悪くないっすよね。なんか全然よく見えてきちゃいますね。一見わかんないぐらい綺麗なものもね、あったりするんでね。明らかにジャンクだよみたいなものも買い取れるんでね。この中だったらどうすかね。どれが良かったっすかね。決まってます。マジっすか。早い。どれですか。13プロ。何でしたっけ。焼き付きっすね。それすごい良かったっすね。これ結構焼けてるんですけど、ダークモードにしちゃうとなくなるんで。本当にわかんないわ。さすがダークモード大盛り。全部ダークモードにしちゃう。解決法それしか知らないのかって言われちゃいますよね、そのうちね。ジャンクだけど値段つくのが iPhone なのかなと思いますけどね。買い取り価格はあれですよね、 EC サイト載ってるんで、多分 iPhone 各シリーズそこちょっと参考にしていただければと思いますんで、ぜひとも諦めた方はうちでイオシスでチェックしてみてください。よろしくお願いします。じゃあこの辺でコメント返ししますか。コメントコーナー。いつもコメントありがとうございます。前々回のね、コメント動画からやってみましょうかね。音 K01963、ありがとうございます。コメント。NX9 のゴールド、私は成金スマホって勝手に呼んでますって言ってますね。NX9 覚えてます？違うわ。これNX9 覚えてないですか？覚えてないわな、それはな。それは覚えてない。査定して、LINE 抜けのやつですね、多分。すごい確かにゴールドっすわ。なんか、いい色だな、みたいなスマホあります？ブルーが好きなんです。ブルー好きなんですか？このブルー下にはちょっと、このスカイっぽい感じがいい。13の方の濃いブルーのが好きなんですけど。ブルーが好き。ブルー好きなんですね。皆さんブルー好きらしいんで、差し入れはブルーでお願いします。じゃあ次のですね、ジョニーいっちゃんさんかな。コメントありがとうございます。60回おめでとうございます。初日にジャンク店でバッチリ CD もらわせていただきましたと。ありがとうございます。いや、もう CD 大好評でね、本当に大森さんのねサインもね、犬のサインも書いてあったりとかね、しましたし、僕最後7枚ぐらい残って、
もうなんかせっかく7枚だから最後メッセージ書こうと思って、はい、いろいろ書いたんですよね。あ、そうなんですか。そうです。僕一人のオリジナルが7枚できてたんです。あ、そうですね、そうですね。ジャンクイズゴッドとか、ご社長がねすごいいいことが言ってあって、ジャンクには夢がある。そうそう、ジャンクには夢があるとか、いやもうすごいいい言葉だなと思って、僕も最近ちょっとパクリですけど、ノージャンクノーライフをちょっと押していこうかなと、やらせてください。大野さんよろしくお願いします。じゃあ翼 K8H さんいっちゃおうかな。コメントありがとうございます。いつも今回はギリギリ CD をゲットでき、店長さんもお会いすることができたので、次回の CD も確実にもらいに行きます。店長さんのやってバンドの曲どこかで聴けるなら聴きたいですと。ありがとうございます。YouTube であるんでね、頑張って探してみてください。困難ですね。はい、全然店頭だったらね、紹介できるんで、ぜひとも、はい、また来てください。あとは、最後ですね。名鉄 7000K-R2Z さん、コメントありがとうございます。1分21秒。が外れる瞬間っていうところで、ジャンク紹介大会みたいな感じでね、やったんですけど、じゃあ今回何をしようかと、練りましてね。これっすよね。僕全然気づかなくて、大森さん気づいてたらしいですね。気づきましたね。音しました。いや全然分かんなかったっすね。気づかないもんですよね。たまに落ちるんでね、これね。これ毎回ね貼ってくれてるスーパースターがいるんでね。これが一番楽しいって言ってます。はい、1週間で一番楽しい仕事これ貼ることっていう方がいるんだよね。毎週貼ってるんでね、直張りしてね、怒られたりしながら貼ってるんで壁紙が剥がれて壁紙ボロボロなんですよね。はい、じゃあ今週もこんなところで、はい、ありがとうございました。アップル特集ってことで、はい、iPhone ね、これ放送されてる時にはもう出てんのかな、まだかな、発表はされてるかなっていうところですかね。発表楽しみっすよね。はい。こんな感じで今週もジャンク TV でした。ありがとうございました。